こんにちは、吉岡直樹と申します。ジャズの、ベース講座ということで、お話しさせていただきますが、今日は、開放弦について、私の、工夫とかですね、テクニックについてお話しします。開放弦、とても大事です。まず、その前に簡単に立ち方なんですけれども、両足をほぼ肩幅に開いて、状態をリラックス、前かがみになったりとかしないようにですね、リラックスして立つ。それから楽器も、極端にですね、こういうふうに、奏者の方に寄せないで、ちょっとこれカメラの位置でちょっと分かりにくいかもしれませんけど、楽器も、傾けるとしたら後ろに倒すのはいいと思うんですけど、若干ですよ。でも、ほぼ、左右という意味では、ほぼ、直立した状態を保つということです。それから自分の、お腹の面ですね。お腹というか胸というか、お腹前面ですね。それと楽器の前面っていうのがですね、例えば真上から見たときに45度に交わるようにっていうことです。これとても大事です。それで、もう一つ、鏡をぜひ用意していただきたいんです。鏡というのは、そうですね、もし持ってなければぜひ買っていただきたいんですけど、数千円も出せばホームセンターで買えると思います。で、これはもう本当に、言葉は発してくれませんけど、一生その自分のですね、フォームチェックをしてくれる、コーチのようなもんです。それを本当数千円で雇えるんですから、これはもう早く雇った方がいいということですね。そう壊れるもんでもありません。ということで、それで、さっきの45度の話なんですが、部屋ですね。部屋っていうのは、ほぼ長方形というか、四角を長方形上から見るとですねしてると思うんですけど、まずその壁に向かって自分は立つと。それで、鏡をですねその、部屋の、壁に対して45度に接していただきたいと。そうするとそして楽器と鏡が整体するように、それで自分と壁も整体するようにというふうに立つと、例えばステージに立った時に楽器の向き、楽器がステージに対してどっちに向いてるのかっていう意識がより、はっきり、明確になると思います。これ特に生音で演奏する時っていうのは楽器の音っていうのは基本的に前にしか飛びませんから、これでだいぶパフォーマンスにも影響すると思います。ですから、日頃からですね、楽器をどっちに向いてるのかっていうのを意識するためには、あとはフォームチェックのためには鏡をこのように、配置して、ぜひ日頃から練習するようにと思います。さあ、そういうことでですね、開放弦の話です。まず左手なんですが、左手の形は、ぜひ、今日はワンフィンガーの話をしますけれども、関節をですね、ぜひ伸ばさずに若干でもいいので曲げておく。これとても大事です。例えば喧嘩してですね、引っかくようなことないでしょうけど、例えばそういうことを想定してください。誰かを引っかくときっていうのは必ずこう、爪を立てるわけじゃないんですけど、指っていうのは曲がってるはずです。あるいはこう砂場遊びなんてこれも今時しないかもしれませんけれども、例えば砂場でですね、トンネルなんかを掘るような穴かなんか掘るときにですね、やっぱり素手で掘るときは、指が曲がってます。その方が強いわけですね。まっすぐよりも。で、これ弦を弾くとき、ベースを弾くときも一緒で、例えば指をまっすぐのまま弾くと、ちょっとブレてしまうわけですね。でもちょっと鍵にすると、指にも負担がかからない。で、怪我防止にもなる。それから音色も若干豊かになるように思います。ですからぜひ、怪我防止のためとはやっぱり豊かな音色のために指は軽く曲げておくということがとても大事です。次に、弾くときなんですけど、指だけで弾かないということです。これは悪い例ですが、腕全体で弾く。つまり、これはどういうことかっていうと、腕全体で弾くってことなんですが、加えて腕力を使わないということです。って思うかもしれませんが、重力を使います。つまり、地球で引っ張ってもらう。腕全体の、重みを弦にかけて、で、それを解放してやることで、弦が鳴る。そうするととても豊かな、音色がまず生まれるということと、あと疲れないんですね。ワンステージで、例えば1曲でもいいです。1曲で何百回ってこう弾くわけですよ。そうすると一晩でだいたい1000回とか何千回とか、ひょっとしたら1万回超えるかもしれない。そのぐらい弾くわけですよ。これをいちいち腕力でやってたらいくら体力があっても足りません。ですから、なるべくこう
グラビティ、重力を、使ってこうやって引く習慣をつけてください。そのためには、右肩を下げるっていうこと、これもちょっとカメラで分かりにくいかもしれませんけど、肩を上げないっていうことと、あとは、腕全体の位置がこうかかるようにするということですね。でこの時に注意していただきたいのはもう一つだけあって、それは関節の動きを注意してください。関節っていうのはそれぞれ指にいくつかあって、それから手首にあって肘にあって右肩がありますけれども、これが矛盾した動きをしないようにということです。つまり指は基本的に僕は動かさなくてもいいんですけど、もし動かすとすれば指を曲げる方向に動かすはずですし、手首はこういう方向に動かすはずですし、肘だったらこういう方向に動かすはずですし、肩もこういう向きっていうんですかね、ちょっと動くはずです。でよくありがちなのが手首なんですけど、スナップを効かせてるのか、あるいはしなやかにこう弾いてるつもりなのかちょっとわからないんですけど、なんかちょっと僕はあまりうまくできないんですが、なんかこういうような動きをしている方たまに見受けられます。これこれでいい結果が出てるんだったらいいのかもしれませんけど、私は基本的にはお勧めしません。つまり動き、せっかくこういうふうに弦を要するに、高音側から低音側に弾こうとする動きをこれが打ち消しちゃってますよね。これすごくもったいないと思うんですよね。ですから、弾くときは基本動かさないか、こういう動きが結果的にしてるっていうところが非常に大事だと思います。いいでしょうか。それからもう一つ大事なのは、これが実は今日のメインな話になるかもしれないんですけど、弦を、弾く向きを考えていただきたいと思います。本来このコントラバスという楽器は、弓で、弾くわけですよね。例えばこういう感じで、その時にこれ何が起こってるかっていうと、昔小学校なんかでその黒板にですね、チョークでこうダダ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 ダみたいにこうなんていうんですかね、線を描くんじゃなくて点線みたいなのを描く、ちょっと力加減してやるとダダ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 ダってこう点が描ける、そういう騒いない遊びをした方もひょっとしたらいるかもしれないんですけれども、そういうことが多分起こってるんだと思います。つまりその弦を弾くっていうことはそういうことが起こっていて、でその弦の振動っていうのは、指板に対して、指板っていうのはかまぼこのようになってますけど、指板に対してそれぞれこう平行にですね、平行というか水平というか、指板を基準にして、弦が振動しているはずなんです。ちょっと引っ張っては戻り、引っ張っては戻りみたいなことが起こってると思うんですよね。で、要するに水平方向、横方向の、指板とかコマに対して、振動をそのコマが、前後方向っていうんですかね、縦方向の振動に変えて表板が、鳴るようにこの楽器っていうのは設計されています。ですからその、仕組みをですね、ピッチカートの時にもぜひ活かさない手はないということです。つまりどういうことかっていうと、弦を弾く時には隣の、低音弦に向かって弾くわけですけど、低音弦のですね、ちょっと上ぐらいですね、小指の1本、半分ぐらい上ぐらいを狙って、ちょっと失敗しましたが、弾くのが一番いいということになります。で、E 線でも一緒ですね。E 線隣の弦ありませんけど、指板に対して、平行になるように弾いてやる。これを意識することがとても大事です。その時に、そうじゃない、いろいろこう角度をつけて実際実験してみてください。そうするとやっぱり指板に対してですね、平行に、弾く方がそうじゃない時に比べてやっぱり、これ弾きにくいっていうこともあるかもしれませんけど、やっぱり一番音色的にも音量的にもですね、豊かになるということです。で、下の2弦っていうのはですね、実はすごく弾きやすくて、そういう観点では、そんなに変な方向に弾くということはないと思うんですが、上の方っていうのはよほどこう意識してやんないと、その隣
りの弦の上の方に、弦を振動させてやることができないでしょうと僕は思います。ですから、これはとても訓練が必要です。でその時に、鏡せっかく用意していただくわけですから、注意していただきたいのが、ガイドにしていただきたいのが肘の位置です。A 線あるいは E 線ですね、3弦4弦の肘の位置っていうのは、E 線であれば弾き終わった時に肘が、ボディ、自分の体に、当たるか当たらないかぐらいになってるはずです。A 線だと、弾き終わった時に E 線のスタートの位置ですね。大体ですね。こんな感じになると思うんですが、ちょっとだから、E 線を弾くよりも A 線を弾くときに、拳1個分くらいは肘の位置が前といいますかね、客席側に、移動してるはずです。で、同じようにですね、D 線を弾くときにはさらに拳1個分ぐらい、感覚としては2個分ぐらいかもしれませんね。前に、さらに出してやらないと、弦を指板に対して平行に弾くことはできないはずです。例えば A 線の位置、肘のままで D 線を弾いてみるとこんな感じになって、要するにかなり斜めにですね弾いてしまうことになります。でもその前に出す、要するにことで、D 線を、指板に対して水平に弾くことができる。さらに1弦の G 線を弾くときにはさらにですね、肘を前に出してやって D 線のちょっと上ぐらいを狙うっていうことが必要です。回転運動するわけですね。肘の位置に注目していただきたいと思います。同じく低い方から上がっていきます。これを、集中力がなくなっても、あるいはこうちょっとくたびれてきてもついつい正しい肘の位置で弾いてしまうんだぐらいになるまで、トレーニングをして、ぜひ豊かな音色でですね、コントラバスが鳴るように、演奏できるようにっていうことですね。それ例えばスケールなんか弾くときでも肘の位置が、弦ごとに、決まるように、練習を意識して練習を、そうですね、本番もそうなるように、良い癖をつける、これが基礎練習ですから、そうなるようにですね、ぜひ鏡の前で、開放弦の練習をぜひ、やって、それで、豊かな音色をぜひ獲得していただきたいなと思います。少しでも役に立てれば嬉しいです。ということで今日は、開放弦ですね、開放弦のテクニック、ちょっとしたコツについて、お話ししました。最後までありがとうございました。